にちは、つん先生です。オンラインで日本語を教えています。インスタグラムと YouTube でもらった質問に答えていこうと思います。それで、まずは前髪が邪魔なので、はい、じゃあまず1つ目の質問です。1つ目の質問は、どうして日本語を教えようと思ったんですか？なんか教えている理由と今続けている理由が少し違うと思うんですけど、初めに日本語を教えようっていうか、日本語を勉強しようと思ったきっかけは、私の友達に外国の子がいて、その子が日本語の文法について質問してきた時に、私はこれはなんとなくこれなんだよっていうふうにしか答えられなくって、論理的に答えられなくって、それがすごく悔しかったので、日本語について勉強したいと思いました。日本人って日本語の文法とか勉強しないじゃないですか。でも敬語の勉強はするんですよ。敬語とか昔の文法とかは勉強するんですけど、現代の言葉、現代の日本語は勉強しないので、こう聞かれてもやっぱりネイティブだからこっちの方が自然だよっていう風にしか言えないんですよね。なので、その友達に聞かれたことがきっかけで日本語を勉強しようって思いました。だから大学でも日本語教育を勉強して日本語の先生になるために大学に通っていました。大学に通ってる時に日本語だけじゃなくって中学校高校の先生になれるような資格もあったので、その勉強も一緒にしてました。なので大学に入って気づいたことは、私は日本語ももちろん楽しく勉強したんですけど、そもそも教育がすごく面白いなっていうふうに思いました。そうだから、教育が私はすごく面白いなって思っているので、教える時にすぐに覚えれるわけじゃないじゃないですか。で、学習者の人が間違えたり全然覚えられなかったとしても、それは成長の過程だから仕方ないことだと思って、私はすごく忍耐力がある方だと思います。で、大学に入って日本語の先生になる準備をしてたので、大学の中で先生を経験する機会がたくさんあって、その時に私も実際に大学にいながら日本語の先生の経験をしたりして、で先生をしてみたら意外にできたっていうのがすごく大きいと思います。他の人はその前に立って日本語を教えたりするのが難しくて、日本語の先生になるのを諦める人とかもいたんですけど、私は割と平気な方で、教室の前に立って教えるのも大丈夫でした。あと先生をしながら難しいのが、クリエイティブな授業をしないといけない時に、そのアイディアがあまり出てこなかったりしたら、それもなんかクラスを受けてくれている人がつまらなくなってしまうので、それもすごくプレッシャーになると思います。私は大学生の時にマレーシアで2週間先生をしてみて、すごく面白かったので、その後クロアチアで半年間日本語の先生をしてみました。すごく良かったですね。違う文化で日本語を教えれて、その国の文化や人のことが知れたので楽しかったです。はい、なので日本語の先生として教えようと思ったのは、
高校生の時に友達が文法について質問してくれたので、そのことがきっかけでなったのかなって思います。あとは高校の時に進路を決めるじゃないですか。どんな仕事に行こうかなとか、どんなことを勉強しようかなっていう時にすごく悩んでいて、私の担任の先生2人がツンは絶対に先生に向いてるよって言ってて、担任の先生2人がそうやって言うなら、じゃあ挑戦してみようかなと思って先生になろうと思いました。自分ではあまり思ってなかったんですけど、私のことをよく見てる先生2人にそうやって言われたら向いてるのかもしれないなって思いますよね。じゃあ2つ目の質問です。どんなきっかけで皆さんに届けようと思ったんですか？初めはコロナが終わる前だったので、そうですね、オンラインで日本語を教えようと思って、そのためにまずインスタグラムを始めたんですけど、でも今どうしてこの3年ぐらいインスタグラムを続けられているかって言ったら、私も英語、韓国語、スペイン語ちょっと勉強していて、他の言語を勉強する人の気持ちがわかるんですよね。だからそういう人のために発信したいなって思ってます。特に自分の言語では伝えられるけど、日本語で伝えるのが難しい文化の違いがあるじゃないですか。直接的な表現か間接的な表現か、そういうところも含めて失敗しながらでも大丈夫だから、言いたいことが言えるようになってほしいと思って発信してます。それで私は会話のクラスを教えてるんですけど、会話のクラスって JLPT みたいに正解がないですよね。正解の答えがないから、もっと自分らしさを日本語で表現できるようになってほしいなと思ってクラスをしてます。で YouTube を始めようと思ったのは、インスタグラムでこうやってゆっくり話しながらちょっと勉強できるような内容を投稿していたら、 YouTube でも長い動画を作ってほしいっていう声があったので、皆さんが勉強できるならやってみようかなって思いました。最後の質問ですね。先生版言葉の暗記のコツを教えてください。暗記のコツですね。私もすごく苦手なんですけど、やっぱり何回も何回もその言葉を書いたり言ったりして覚えるしかないと思いますね。あとはどうしてもその言葉を使いたくなるような例文を見つけること、文章を見つけるとその言葉覚えやすくなります。例えば私だったら心理学とか哲学とかビジネスに関することを勉強するのがすごく好きなので、それに関連した言葉だったらやっぱり覚えるのが早いなって感じます。なので新しい言葉、新しい文法と出会った時にその文法や言葉とつながりたいって思うことが暗記のコツだと私は思います。はい、じゃあもらっている質問を答えているうちにメイクも全て完了しました。私のYouTube ではこうやってゆっくり話している動画が他にも上がっているので、それを見ながらぜひ日本語の聞く練習してみてください。で、自分だったらどうやって言うかなっていうのも考えながら聞くと、もっと実践的な日本語が練習できるので試してみてください。毎週金曜日にこの私の動画が上げられるようになってるので、
楽しみに待っていてください。じゃあ次の動画で会いましょう。